心身にかなり応えたっていうことはなかったですか？いやー、それはもう屈辱と不安と、そのもう全てきましたよ。留置場に入れられて、初日の晩かな、教頭言われて、パッて天井見たら天井の目の前に見える、圧迫感と。でその瞬間、第一に思ったんが、あ、俺無理っていうふうに思いました。全ての情報がシャットダウンされるのと、外のことがわからない、やっぱ不安。いや、まさかそんなただ道端でビラ撒いただけ、それはないよと。まあさすがにそれできたらもう日本の警察も終わりやでっていう話をしてたら、本当に来たんでね。建造物っていうものは命を守る大切なものやから、絶対手抜きしたらあかんねんよみたいなねことの再確認でもしてもらったらっていうような思いで、もともとその日って本当に別の予定があったのがなくなって、何もやることがないから、たまたま預かってたビラが机の上にあったから、まあこうかそれももう10分15分数枚巻いただけで逮捕はないとは思いますよね。検察の取り調べって最初の1回しかなかったんですよ。で警察が大体その起訴されるまでやるでしょ。最初の10日終わって次の日来なかったんです。その次も来なかったんです。結局もう後半取り調べなしです。だからもう完璧にこれは労働組合潰すための要は事件作り。捕まってもさすがに不起訴やろと思ってたが、起訴されるは約3ヶ月近く、もう一人のメンバーなんか4ヶ月4ヶ月半とか長期勾留で、保釈申請を通さない裁判所にも腹が立ってきましたよね。いや検察の言いなりかと、三権立法ってどないなってんねんって、これが現実かって。普通に暮らしてる人はこんなことがこの日本で起きてるっていうことをまず知らないんやろうなって思ったら、本当に自分自身でも恐怖にも感じましたね。妻に子供3人にワンちゃん、ゴールデンレトリバーなんですけど、ラブラドールかいうぐらい僕が3ヶ月間いない間に毛が抜けちゃって、ストレスで。ワンちゃんが一番ダメージ、見た目はね大きかったかな。やっぱ動揺はしましたよね。で犬も主人すごい懐いてるので、もう犬もなんだいう感じでちょっと慌てて、で子供たちも聞かされてはいたけど、お母さん大丈夫って、逆に私が心配されたので、これは帰ってくるまでちゃんとしなきゃいけないわって、私にしたらその悪いことをされて連れて行かれたっていうのは全く思ってなくて、子供たちも、そういうふうに捉えていたので、息子なんかはお父さんが帰ってきた時にかっこよかったよって、その突き通してることに対してかっこいいと思うって、主人も多分それ言われて嬉しかったんじゃないかなと思うんですけど、主人にも話したんですけど、普通にティッシュ配ってる人いるじゃないですか。一緒よねって、それは本当に連れて行かれるのは納得いかないだし、警察の人にも言いました。ただのビラまきでなんで連れて行かれないといけないんですかって。ちょうど私が仕事終わりに全然知らない番号がパッと出たんで、出てみたら検察官の名前名乗られてましたけども、どういう活動をされてるとかは知ってはりますかって聞かれたんで、私は分かりませんっていうふうにもうお答えして、もうやめさすようにされるのどうですかって、最後は組合員さんの全員のお名前とか知ってるお名前を載せてもらえませんかとか、そういうことまで言ってこられて、もう今後こういうことが続くといつまでもご主人が出れませんと。弁護士さんもそうやって家族にかけてくるとは思ってなかったみたいで、それはかけてはいけない電話なんですって。